皆さんこんにちは。今回は新企画の日帰り旅行第2弾ということで愛媛県へとやってきました。日帰り旅行第1弾では大好きな福岡県の様子をお届けしてきましたが、様々な失敗もあったり、なかなか思うように福岡県の魅力を伝えれませんでした。福岡県はまた近いうちに必ずリベンジしに行きたいと思っていますが、今回の愛媛県、僕自身も初めての今人気エリアにも遊びに行き、非常に濃い、皆さんにも同じルートで旅してほしい、そんな一日となりました。愛媛県の紹介は今回で2回目となりますが、前回の愛媛旅行とは一味違う、そんな旅になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、松山空港へ到着したところからお送りしておりますが、愛媛県といえばやはりみかんが有名なので、空港の一角にもこうして蛇口をひねればみかんジュースが飲めるコーナーがありました。せっかくなので僕たちもこうして一杯いただいたんですが、非常にみかんが濃くて美味しかったです。これからレンタカーを借りて最初の目的地へと移動していきたいと思います。さあ、松山空港から約1時間ほど車を走らせて、こちらの愛媛県大洲市へとやってきました。大洲城が有名で、この辺りは城下町になるんですが、ここが今かなり人気のあるスポットのようなので、散策してきた様子を皆さんにもお届けしていきます。古き良き日本を感じることができるということで、僕はそういった雰囲気の場所が好きですし、おしゃれで美味しいカフェがあったりと、幅広い年齢層に支持される場所ということで、もう移動中からワクワクしていました。移動中といえば、今回の旅はレンタカーで基本的に移動をしていたんですが、実は移動中の映像や会話なんかも今回撮影してみました。2024年は変化を入れつつ新しいことにも挑戦していきたいと新年の抱負でも言っていたので、試しにやってみたんですが、今回は載せていません。なんで載せていないかなんですが、この動画もそうですが、普段は旅行中に映像だけを撮って自宅で後から声を入れているので、できるだけ動画が見やすいように、動画時間が短くなるように編集しています。今回試しで撮影した動画を帰って確認してみたんですが、やっぱり言葉遣いにしても話すテンポにしても今までの動画とは少し変わったテイストにはなってしまいます。ただ、よりリアルな感じをお見せしようとすると、旅行中に話している様子なども入れた方が面白さもあっていいのかなと思っています。そうなると動画時間がどうしても長くなってしまうので、そのあたりを今後どうしていくか非常に迷っているところです。なのでぜひコメントで皆さんの意見も聞かせていただければと思います。今はポコペン横丁という場所へ来ていますが、すごいコレクションですよね。お店の方からお話を聞いたんですが、これ実はこの辺りに住まれている方が一人で集めていたものがほとんどだそうです。ここまで集めるのにどのくらいの時間とお金がかかったのかすごく気になるところですが、それをこうして公開していただけるのは本当にありがたいですね。僕としてはコカ・コーラのコレクションが特に気になって見入っていましたが、その他にもたくさんのコレクションが詰まっているので、世代の方には昔を思い出す本当に素敵な場所だと思います。この日は残念ながら開催されていなかったんですが、今シャッターが降りていますが、月に1回ほどこちらもいろいろなお店が出店されるそうで、中には射的であったりですとか遊ぶところもあるみたいなので、ぜひですね、予定を調べて皆さん遊びに行かれてみてください。先ほどのポコペン横丁も懐かしいものがたくさん展示されてあって、
まるでタイムスリップしたかのような場所で素敵でしたが、こうして赤レンガで作られた建物があったり、この辺りは本当に歩いてるだけで癒される、そんな城下町になっていました。テレビのロケ地としてもこの辺りは有名みたいなので、テレビで実際にご覧になられたことがある方はより一層楽しめそうですね。これからお昼ご飯を食べたいのでお店を探していたんですが、お昼ご飯の前にこちらのめちゃくちゃ美味しそうなスイーツを見つけてしまったので、後から食べれるようにいちごサンドを購入しておきたいと思います。先ほどのいちごサンドはお昼ご飯の後にいただきたいと思います。ということで、先ほどの場所から車を走らせてこちらの深瀬さんへとやってきました。食べる前からお店の雰囲気がすごく良さそうなので、これは期待できますね。やはり愛媛県といえば鯛めしが有名なので、どうせお前も鯛めし食べるんだろうと思われた方も多いかと思うんですけれども、違います。今回はこちらの深瀬さんで新鮮な地鶏を使った料理をいただきたいと思います。焼き鳥定食というのを僕は注文したんですけれども、実際に新鮮な鶏をこちらのいろりで自分で焼いて食べるという、焼き鳥といっても少し違ったタイプの焼き鳥定食をいただいていきます。もう見るだけでよだれが垂れるぐらい美味しそうですね。今回僕たちはこちらの砂ずりとももをそれぞれいただいたんですが、こちらの雰囲気と相まって本当に最高でした。正直雰囲気だけでもお腹いっぱいだったんですけれども、実際に焼き鳥定食をいただいたらそれはもうめちゃくちゃ美味しかったので、正直僕は今まで食べた中で3本の指に入るぐらい美味しかったです。またこのお店のおかみさんの人柄が非常に素敵で、あまりの美味しさにご飯をすごい勢いで食べていた僕たちを見て、ご飯のおかわりはいるかいととても優しく接してくださったので、初めて行ったお店なんですが大好きな場所となりました。愛媛県に次回行った時にはまたこのお店に遊びに行きたいと思います。皆さんもこちらの深瀬さんへぜひ行ってみてください。今次の目的地下灘駅へと車を走らせています。下灘駅は皆さんサムネイルを見られていると思うのでもうわかると思いますが、絶景ポイントで駅と海が隣り合わせのように見えるフォトスポットとして有名です。今回の旅はこうしてレンタカーでの移動がぼちぼちありましたが、大好きな海を見ながらのドライブなので気分は最高です。この日は見ていませんが、この辺りは夕日100選に選ばれているほど綺麗な夕日を見ることができます。こちらの下灘駅、ここから眺める夕日も素敵ですが、この近くにある道の駅二見というところがあるんですが、こちらからも綺麗な夕日を見ることができます。それだけではなくて、こちらの道の駅ではこうしてたくさんの飲食店も並んでいるので、休憩がてら遊びに行くのもおすすめです。こちらの道の駅からは展望台のようなところがあるので、そちらに登ればこうして絶景を見渡すことができますし、これをぜひ夕日の時間帯に見に行ってみてほしいです。僕は夕日の時間帯にはめちゃくちゃ綺麗なんですけど、こちらの道後温泉駅へとやってきておりました。やはり愛媛県といえば道後温泉ということで、ここはさすがに外せないということで、前回も紹介したんですがまた遊びにやってきました。この道後温泉駅向かって右側に商店街がずらりと並んでいるんですが、こちらの商店街では愛媛県で有名な鯛めしであったり今治タオル、こちらを購入することができます。
実際に他のお店もかなりたくさんあるので、ここを散策するのも面白いと思います。こちらの様子は詳しくは前回の動画で紹介しておりますので、気になる方は前回の動画をぜひチェックしてみてください。先ほどの商店街を抜けた先に、ご存知の方も多いと思いますが、有名なデザイナーの方とコラボされたこの美しいタイルが待つ道後温泉別館があります。さらに別の商店街を抜けると、その先に道後温泉本館があるんですが、今回鯛めしをこの後いただくか、温泉にゆっくり入って帰るか、非常に今迷っているところです。こちらが道後温泉本館となるんですが、前回の愛媛県の紹介をした時にはこちら工事中だったため外観を全く見れなかったんですが、今回は工事が終わっていて、こうして皆さんにもお届けすることができました。かなり迷ったんですけれども、今回は鯛めしは我慢して、この後ゆっくりと温泉に浸かって帰りたいと思います。さすがに温泉の中までは映すことができませんでしたので、動画はこの辺りで終わりになるんですが、皆さん愛媛県日帰り旅行いかがだったでしょうか。個人的には愛媛県といえばやはり道後温泉という印象が強かったんですが、今回大洲市のように初めて遊びに行ったところも非常に素敵でした。愛媛県の素敵なところはまだまだあると思うので、今後もまた遊びに行きたいなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。僕はこれからゆっくり温泉に入ってきます。それではまた来週。